皆さんこんにちは、つくみです。田舎の方に移住して愛犬のリボンちゃんと一緒に穏やかに暮らしています。この場所で旅館業、愛犬と泊まれる宿もオープンしました。ウェブショップでハンドメイドアクセサリーとアートの販売もしています。 DIY で家や宿を直しながら暮らしています。つくみとリボンがお届けするつくりぼチャンネル。皆さんおはようございます。今日は大好きなイングリッシュマフィンで朝ごはんです。そして部屋の中には書き溜めている作品をずらりと並べています。ウェブショップもオープンしたので見てみてください。ゴールデンウィークが終わり、梅雨時期になって宿の方はすっかり暇になってしまいました。だけどこの暇なうちに梅雨の間にやれることをやろうと思います。これは宿の前の道。以前植えたイチゴがちゃんと実ができていました。まずはベランダをきれいにしていきます。高圧洗浄機の登場。この子がいい仕事してくれるんですよね。ベランダは白いから汚れがめっちゃ目立つ。定期的に洗わないといけません。見て見て、気持ちいいくらいに落ちる。これだけ目に見えて綺麗になるとやりがいありますよね。ちゃんとした高圧洗浄機って本当に高圧だから、冗談でも人とかに絶対向けちゃダメだからね。指とか切れるからマジで気をつけてね。 DIY で使う工具もそうだけど、便利なものイコール危険って覚えておいた方がいいですね。危ないからリボンちゃんは中で見ていてね。バーベキューの炭で床がちょっと焦げちゃってるんやけど、こことかどうするのがいいんかな。タイルとか敷いてみようかなって少し考えてるところなんですが、何かいい案あったらぜひ教えてください。はい、こんな感じで洗浄終わりです。だいぶ綺麗になったのではないでしょうか。まあね、ちょっと汚れは目立つようになってきたけれども、やらないよりはいい。あとこの椅子も塗装剥がれてきたからそろそろ塗り直さないとね。こっちのテーブルも。では続きまして2階の壁紙貼りをしていこうと思います。以前いただいてきた絵画を飾ったこの壁、なんかいまいちおしゃれにしきれてない感があって納得できてないまま、そのまま月日が流れていました。ここをね、もうちょっといい感じにしたいから壁紙を張り替えようと思います。今悩んでいるのはこの木目調の壁紙にするのか薄いグレーの壁紙にするのか。まずは長さを測って壁紙のサイズがいけるのかどうかも確認していこうと思います。先ほどお見せした白、グレー、木目調の柄の壁紙は全部いただいてきたもの。なんてありがたい。私いただき物だらけでどうにか生きています。ここの壁を一面だけ色を変えることでちょっとおしゃれさアップさせたいなと思ってます。そして絵画はそこに飾るのか階段の方に飾るのかまだ決めかねているので、とりあえず今日は壁紙を貼るところまでやっていこうと思います。今日はリボンちゃんが助手として参加。
仕事としては私を癒す係をやってもらいます。いつもいつでも一緒にいたい。だけど DIY の時はやっぱりちょっと危険な時は一緒にいれないし、こういう安全なのほほんとした DIY の時には連れてきてあげたいって思ってます。ということで、ここからは終始のほほん系 DIY。 ちょっとそんなんじゃ刺激が足らんという人は残念ながら今日は刺激ゼロでお届けしていこうと思いますので、違う動画を見てもらえたら嬉しいです。刺激が欲しい人におすすめの動画は初めてのユンボとかいかがでしょうか。早速やってきました癒しタイム。私が何かを悩んだり考えたりするときにはこうやって癒し係のリボンちゃんが私の元にやってきてくれるのです。リボンちゃんのおかげで充電完了、考えもまとまったので、とりあえずはこの絵画たちを取り外していきます。私はアートがすごく好きで、見るのも描くのも好き。私が好きな絵をたくさんもらってきたから、もう見てるととっても幸せな気分になれてしまいます。飾り方としてはもうちょっと工夫もしたいし、全部飾るのではなくて一部は家に持って帰って家の方に飾ってもいいのかななんて思ってます。一旦シミュレーションとして壁紙の上に絵を置いてどんな感じになるか見てみることにしました。正面の壁だけではなくて反対側の階段側の壁にも壁紙を貼り替えてもいいなと思っていて、アートはそっちに飾ろうかなって今検討中です。なのでどっちの壁紙がよく合うのか絵を並べて実際に見てみることにしました。どれも素敵だな。私も油絵描いてみたい。いつもは水彩画や色鉛筆、鉛筆、ボールペンとか身近な画材を使って絵を描いています。油絵ってやっぱちょっと絵の具が高かったりとか何かしらお金がかかるイメージがあるので、なかなか手を出せずにいるんですよね。ほんと少しずつ買い揃えていって、どんどん絵も上達させて、絵がメインの仕事になるようになったらいいな。どうでしょうか。こんな感じで並べてみました。リボン監督いかがですか？壁紙何を選ぶか次第でだいぶ雰囲気って変わりますよね。どっちも好きなんだけど、とりあえずは右の方で行こうかなと思い始めてます。ただ壁紙の長さが足りるかどうかまだ測ってないので、きっちり測ってみようと思います。はい、じゃあリボンちゃんちょっと移動してね。しっかり作業のお手伝いみたいな感じでついてくるのがめっちゃ可愛い。お手伝いしようとしてくれてるのかな？それともただ興味津々なだけなのかな？ほんとこの子がいるおかげで一人暮らしでも退屈することがない。寂しいってなることもないから、本当にもうずっと一人でもいいやって思ってしまってる。ただこの子が長生きすることを願うばかりです。グレーの方が測り終わった。まあ足りなくもなさそう。では次、木目柄の方も測っていきます。こっちの方がだいぶ長さが取れそうできっちり貼れそうな気がする。
グレーの方は家の方の DIY で使おうかなって思い始めました。木目柄に決定です。では壁紙も決まったことですし、元あった壁紙を剥がしていきましょう。まずはこの一面だけを張り替えるためにカッターで切れ目を入れてから剥がしていきます。壁紙を張り替える時には裏紙を残すようにきれいに剥がせたら後々貼りやすい。今のところ割といい感じで剥がせそうな気がします。裏紙までめくれたりボロボロになったりするとパテを塗って表面を整えてから新しい壁紙を貼ることになります。今回は裏紙が割と綺麗に残せそうなので省略してこのまんま壁紙貼っちゃおうかなと思ってます。今まで何度も壁紙は貼っているけれども久しぶりの壁紙貼り、 DIY し始めた最初の頃なんて壁紙普通に壁紙の上から貼ったりして全然分かってなかったなーって懐かしいあの頃を思い出したりしながらめくっています。正しい壁紙の貼り方は以前職人さんに教えてもらったからだいぶ前よりは上手くなったはず。ちょっと知りたいって人はね、こちらの動画を見てみてください。はい、こんな感じで一面分の壁紙がめくり終わりました。ちょっと汚いところもあるけどご了承ください。そして、レースカーテンを取り除いておきます。続きまして壁紙の裏に糊を塗るために床を養生しておきます。実は私いつも壁紙は糊付きばかり買っていたから糊がついてない壁紙を貼るのは初めて。うまくできるかな、ドキドキ。おっと、リボンちゃんに呼ばれている。壁紙剥がしている途中ぐらいからリボンちゃんを1階に連れて行きました。1階でおとなしく寝てると思いきや呼ばれちゃった。どこにいるのか気づいていない様子かわいい気づいた。かわいいかわいいかわいいな。どこ行ったかなと思ってたん。かわいい子。寂しかったん2階にいるよ。のんびりしてていいよ。ここからしばらくは音声なしでお楽しみください。Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was
それでは3枚目の壁紙を貼っていきます。端に向かって下がっていってるから、ここら辺ってちょっと椅子に乗ったらいいのか乗らない方がいいのか、すごい微妙な高さ。真ん中2枚が思った以上にうまく貼れたから、この両端2箇所もきっとうまくいくはず。普通柄物の壁紙って柄合わせがちょっと難しかったりするんやけど、この壁紙はめっちゃいい感じにごまかせる。むしろ柄合わせする必要ないぐらいってことで、細かめの木目柄おすすめです。ぜひ柄物チャレンジしたいけど柄合わせとかリピートとかよくわからんって人は、こういう木目柄みたいなのを選べば難しくないしおしゃれにも仕上がるのでいい感じ。ただ今回苦戦したポイントがあって、それがこの辺、糊をつけたこの壁紙が重さでちょっと剥がれてくるんですよね。上の部分をもっとちゃんとカットしとけばよかったんだろうけど、なんか失敗すると嫌だし、貼ってから余分なところは切ろうって思ってたら、結構ねこの重さでベロンってめくれてきちゃうってことで、とりあえずこの斜めの上のとこに壁紙を貼り付けて押さえてます。本当はね糊ついちゃうから良くないんだろうなと思いながらも、まあ後で拭けばいいかってことでつけちゃいました。反対側貼るときはねもうちょっと工夫できたらいいかな。壁紙が剥がれる時のこのペロンってした感じ、なんか結構好き。ちょっと糊が足りてなかったから、これは糊を入れているところです。上や端はヘラを使ってきれいにカットしていきます。この時カッターの刃をちゃんと折って切りやすくしておかないと結構ねミスるんですよね。カッターの切れ味が悪いと壁紙がくちゃってなってしまいます。最初の頃はカッターの刃を折るのが怖くて、折らないといけないんだろうなって思いながらもそのままやってしまっていた壁紙貼り。今ではちゃんとカッターもこまめに折るようになりました。私結構成長してるかも。初期の方から見守ってくださってる方からすると、だいぶできるようになったねって思ってもらえてるかもしれないですね。最近見始めてくださった方からすると、こんなぐらいで何言ってんねんって感じかもしれません。次は重なり合った部分をカッターで同時に切っていきます。下までちゃんと切り離すことができたら、次は重なり合った部分を取り除いていきます。ピラッとめくって内側の切れているところを外していきます。こうやって同じ箇所で2枚一緒に切ることによって、まるでつながっている壁紙かのように見えるはず。めくったところ戻してきれいに整えていきます。どうでしょう？つながった壁紙みたいに見えますか？自分で言うのもなんですが、今回結構綺麗に貼れてる気がします。綺麗でしょ？ついつい共感を求めてしまいました。はい、では次。ここを貼ったら終わりです。気がつけば窓の外はすっかり真っ暗になっていました。最近は日が暮れるのがだいぶ遅くなったから、暗くなるのはもう7時、いや7時半とかそんなぐらいでしょうか。 DIY をしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。リボンちゃんの散歩先に行っといて本当に良かった。
話全く変わりますが、最近始めたことがあります。それは手話教室に行き始めました。あれ、これ前に言いましたっけ？多分まだ言ってないですよね。手話の教室、なんで行こうと思ったかっていうと、言語の一つとして手話には前から興味があって、使えたら便利そうだな、そして覚えるのも楽しそうだなって思ってました。あとね、普段は全然大丈夫なんですが、夏場とか、特になんか湿気の強い暑い時期になると耳が聞こえにくくなる時があるんですよね。これは子供の頃からなので、今に始まったことではないんですが、なんか耳が聞こえないっていう大変さとか、そういうことを思うと手話を使う人たちのことも知りたいなって思ったこともありました。すぐに仕事に役に立つかっていうとちょっとそうでもないとは思うんだけど、でもいつか誰かの役に立てたら嬉しいなとは思っています。壁紙の貼り方、ちょっとうまくいかなくてやり直しをしているところです。柄合わせというか、なんか平行になってないというか、ちょっと合わなかったんですよね。気になるときはやっぱりちゃんとやり直した方が後々後悔しなくていいですよね。せっかく綺麗にするんだったら丁寧にやって、後でやり直しなんてことのないようにしといた方がいいですよね。だっていざやり直しってなってもなかなかやる気にならないことの方が多いから、それならやり直さなくてもいいようにしっかりとやっておいた方がいいですね。今回はいい感じに柄が揃ったような気がします。筆ばきを使って空気をきれいに抜いていきましょう。作業もいよいよ大詰め。あとちょっと頑張ったら家に帰ってご飯食べてリポンちゃんともふもふできる。頑張れ私。ようやく壁紙が完成です。出来上がりをご覧ください。いかがでしょうか。一面色を変えただけで雰囲気がだいぶ変わりました。シーリングファンや絨毯の色ともマッチしているので、統一感のある空間になったのではないでしょうか。こんな感じになりました。それでは夜ご飯にしましょう。いただいてきた山菜、雪の下を使って天ぷらを作っていきます。実は初めて食べる山菜、どんな味なのかドキドキです。サバの塩焼きときのこのマリネ、あとわかめスープも一緒にいただきます。雪の下、癖もなくて美味しかったです。ここからはリポンちゃんのホリホリタイム。ご飯も食べて眠たくなってきたようです。寝床を整えようとホリホリし始めました。激しくホリホリ。ようやく眠りにつく頃でしょうか。落ち着いたみたいですね。ゆっくり寝ていいよ。おやすみ。今日もありがとう。今回の動画はここまで。最後にお知らせです。アートショップオープンしました。ミニアートぜひご覧ください。ハンドメイドアクセサリーも販売しています。また音声配信では田舎暮らしの裏側をお話ししています。 LINE スタンプもイラスト版と実写版販売中です。ぜひ見てみてね。ご視聴ありがとうございました。つくりぼチャンネル登録も
よろしくお願いします。